皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。後ろの私が作った自作の軽トラキャンピングカーですが、今ちょっと分解してます。このキャンピングカーを作る様子を動画に上げさせていただいたところ、本当に多くの方にご覧いただいてます。ありがとうございます。さらにはですね、あらゆる国の言葉でコメントいただいてるんですけども、今本当にいい時代になって Google の翻訳機を使えばですね、ありとあらゆる国の言葉が一瞬にして日本語に変換できるので、それでいただいたコメントに対してはできればそのお国の言葉で返信をするようにしてます。で、いただいたコメントの中で結構多かったのが、私が使用している工具に関心を持たれている方が結構いらっしゃって、どういったメーカーを使ってるのかとか、メーカーを選んだ選定理由、あと使い方ですね、その辺を少しお話しさせていただければと思います。私が持っている工具の中で本当によく使うのがこの丸ノコです。まずこのマキタの丸ノコを選んだ理由なんですけども、ホームセンターに行ったところ、少し高い丸ノコと安い丸ノコって置いてあると思うんですけども、でどっちを選んだらいいのかっていうのが分からなくて、それで店員さんに聞いたんです。この安い丸ノコと高い丸ノコ、一体何が違うんだというふうに店員さんにお聞きしたところ、店員さんがお答えしてくれたのが、この軸ですけども、高速回転しますが、軸がぶれるとまっすぐ切れない。で、高い工具になるとこの軸がしっかりしているので、木材がまっすぐ切れるっていう風な話を聞きまして、それでも迷わず私が選んだのは、世界のマキタを使っています。キャンピングカーを作っていると、木をまっすぐ切るっていうのは本当に難しいなっていう風に痛感するんですけども、道具が良くないとまっすぐ切れないので、安いやつに比べるとお高いですけども、一生使うものなのであれば多分いろんなものに使えると思うので、高い丸ノコを使いました。高性能な丸ノコですけども、これだけでまっすぐ切れるかというと残念なことにまっすぐ切れません。まっすぐ切るためのアイテムがこのガイドです。丸ノコにはこのガイドを取り付けられる構造になっています。こちらがそうです。木の先端をここに当てると、この幅だけ木を切ることができます。こんな感じですね。で、意外とまっすぐ切れるはずなんですけども、この押し当てが弱かったりすると曲がっていってしまうので、慣れるまでですねうまく切れないです。ただこれにも弱点があって、ちょうど丸ノコに当たってしまって、ここから向こうにはこのガイドは動かないので、この距離ですね、5センチぐらい、それよりも短い幅の木を切ろうとしたら、例えば2センチとか1センチで木を切ろうとするとこのガイドは使えません。で、そういった場合にどのようにしたかっていうと、私はこの定規を使いました。20年ぐらい前に買ったのかな、何の目的で買ったのかも覚えてないような定規なんですけども、これが結構重宝してガイドにして木をまっすぐ切るというふうにやってます。ちょっとやってる様子をご覧いただきます。で、次に難しいのが木を直角に切るっていうのが難しいです。例えばこの木材を簡単に直角に切る何かいいものがあるんじゃないかということで、ホームセンターに行っていろいろ見ていると見つけたのが、この丸ノコガイド定規っていうのを見つけました。で、これはこの面とこちらの面が直角になってます。で、これを木材に押し当てて、それで丸ノコをこちら側を走らせると、この木が直角に切れるという、もうこれは非常に重宝します。逆にこれがないと直角に切るのはもう時間がかかって仕方ないので、もうこれは非常に重宝します。例えば柱のように同じ長さのものをいくつも揃えないといけないというふうな材料が出てきますが、その時に一個一個この定規を使って切ってもいいですけども、それだと長さが揃わないんです。で、その長さを一定に揃えるには
一度に切るのが一番いいので、その時に絶対必要になってくるのがこのクランプです。で、私が使っているクランプっていうのはこう自在クランプといって、長さを自由に変えられます。ここに複数の板を挟んで固定してやると、はい、これで固定できました。これで丸ノコで切ると同じ長さに揃いますので、このクランプはもう絶対必要だと思います。さらにこのクランプは台ごと固定してやれば非常に安定して切れるようになるので、このクランプが1つ2つあるとないとでは精度がだいぶ違ってくると思います。もともと木材を切るのは丸ノコじゃなくってこういうノコ切りが主流だったはずですが、これで長いものを切るのは大変ですし、まっすぐ切るというのが非常に難しくって、これで切るよりも私のような素人は丸ノコで切った方がより正確にまっすぐ切ることができました。これは日曜市で確か1500円で買ったノコギリですが、使っててキレがあんまり良くないなっていうふうに思いましたので、将来的にはプロ用のもっといいやつに交換したいなと思ってます。自分で目研ぎができればですね、これでも切れるノコギリにすることができるんでしょうけども、それと丸ノコと同じぐらいよく使ったのが、これがマキタのインパクトドライバーです。キャンピングカーのほとんどをネジで留めています。釘で留めるっていう方法もあると思うんですが、釘よりも抜けにくいネジを使って固定をしてるんですけども、ドライバーを使って固定してもいいんですけども、非常に疲れると思います。ネジ使ってる本数がちょっと半端じゃないですし、こう押し込んでいくのにすごい握力がいるので、もう電動工具があるとなしとではもう作業効率がもう全く違うと思うので、インパクトドライバーは本当に重宝しました。それと意外と使ったのがこのポリッシャーです。で、これはもう何十年も前にオートバイのタンクを塗装した後で、それを磨くために買ったものです。オートバイのタンクを磨く時はここにスポンジをつけて、それで磨くんですけども、こういったヤスリをつけてやると表面が磨かれていない木材を一瞬にしてきれいな表面に仕上げることができます。最初からこのようにきれいな表面の木材よりもこちらの荒削りの木材の方が購入価格が安くなるので、安いやつを買って磨いてやるっていう方法もできますし、例えばこういった古い木材もこのポリッシャーを使って磨いてやると意外ときれいになるんです。今やってみます。意外と買ってきたすぐの木っていうのも黄ばんでいるので、一度これで磨いてやると木全体がすごくきれいになります。あると便利なのがこのジグソーです。例えば幅の狭いところを切ろうとしても丸ノコでは入らないし、この幅よりも狭いところを切ろうとするとノコギリでも切れないです。で、ジグソーって見ていただいたように刃の幅がたったこれだけなので、狭いところを切るのに非常に便利です。ちょっとご覧いただきます。今ご説明したのが、私が持っている電動工具です。で、あと電動工具以外にも使っているのがこのノミとカンナと金槌、これも必要な道具です。このキャンピングカーを作っている時に私素人が作りましたっていう風な言い方をしてます。で、それを聞いた方が素人ではないでしょっていう風に言っていただけるのが非常に嬉しかったんですけれども、中には嘘をつくなという風な感じで言われることもあって、その辺をちょっと言い訳しておきますと、この2つだけ
これ実は親父の形見で30年ぐらいほとんど使っていなかったものですね。特にこののみなんかはプロ仕様ののみなので、30年以上使ってなかったのみでもちょっと磨いてやるだけで十分使えるんですね。やっぱりいい道具を持ってるとずっと使えるなと。でこの金槌も相当年季が入ってます。これも親父が使ってたやつなんで、一体何年前から使ってるのかっていうのがわからないぐらいのものです。これは最近私が買ったやつです。でこれの使い方を皆さんご存知かもしれませんが、簡単にご説明すると、これの使い方の難しいのはこの刃ですね。この刃の出具合、これが非常に難しいです。通常は木に対して刃がどのぐらい出てるのかっていうのを目視で確認しますが、私はそれに加えて指でこういうふうに触ってみます。指で触るとどのぐらい刃が出てるのかっていうのが分かりやすいので、これ出過ぎると木が切れないんですよ。引っかかってしまって、あんまり出ていないとほとんど削れないので、どのぐらいの出具合が一番削りやすいのかなっていうのはもう経験です。だいたいこのぐらいだとうまく削れるなっていうのが分かってくるので、指で確認して刃の高さを調整していました。刃の高さの調整はこのカンナの頭と尻を叩いてやると、この刃が出たり入ったりしてくれます。例えば頭を金槌で叩いてやると刃が後ろにスライドするので刃が引っ込んでしまいます。逆に尻を叩いてやると刃が出てくるようになります。でこれを微妙に叩いたり、右を叩いたり左を叩いたりしながら刃の出具合を調整して、で指で触ってみて、このぐらいかな。で使い方はまっすぐ使うんじゃなくって、少し斜めにして削ってやると上手に削れるようになりました。でこれはもう木の表面を整えるために使うんですが、一部ですね立てた使い方もしてます。ちょっとご覧いただきます。この使い方って本来合ってるのかどうかっていうのが私素人なんで分からなくって、あんまりやりすぎるとなんか刃こぼれしそうなので、プロの方が見ると間違った使い方をしてるっていうふうに指摘されるんじゃないかなとか思いながら動画には上げてます。その辺は素人分からないままにやってるということでご了承いただければと思います。以上が私が使っている道具をご紹介させていただきました。私の日曜大工の原点は実はこの椅子なんです。これが中学校の時に、当時は技術課程っていう授業だったと思いますが、女子は家庭の実習をやって男子は技術の分かれてたんですね。今だとちょっと大変な問題になりそうですけども、男子と女子とがやってることが違ってて、男子は技術でこういう工作を作ります。これも中学校2年生の時なんで、今から40年以上も前ですけども、その時に初めて作ったのがこの椅子ですね。40年使っててもまだ十分使えるんで、厨房にしてはいいものを作ったなと。でなおかつこれ釘も使っていないんですよ。唯一天板だけは釘も使ってるので、今するとすれば上のこの天板の釘も使わずにやるかなと思うぐらいで、本当に自分にしてはよくできてるなと。ただ40年以上使っているので天板がちょっと割れてしまっているので、そのうち天板だけは交換しようかなっていうふうには思っています。その後木を使った工作をやってきたかというとそうでもないんですけども、例えばこのテーブル、これも廃品回収に出ていたテーブルをいただいたものです。これまだまだ使える。
このテーブルって結構手間かかってるんですよね。こういう風に格子になってたりとか、こういう棚の部分だとか、あと一切釘も使っていないので結構いいテーブルだと思います。廃品回収に出そうとしていた時はこの天板がもうボロボロでふやけてて使い物にならない状態だったんですけども、このテーブルを捨てるのがもったいないなと思って、それで廃品に出してる方にこのテーブルをくださいっていうお話をしたら快くいただいて、でその天板だけを交換しました。いろんな作業をするのに非常に使い勝手がいいだろうということでこれを使っています。いざ自分でこういうのを作ろうとするとすごい労力がいるんですけども、道具も買う時は高いので大変なんですけども、一度買うとそれを機会にいろんなもんまた作りたくなると思うので、是非どうしようかなっていうふうに悩んでいる方は購入していただいて一歩前に進んで一緒に木工楽しんでいただければなというふうに思います。自作キャンピングカーできましたので、ひょっとするとまた何か作りたいっていうのもあるので、庭の方に小さな小屋もしくは小さなガレージ、そういったものも作りたいなと思ってます。確約はちょっとできませんが、そっちの方向に向かって進んでいきたいなと思っていますので、是非チャンネル登録をしてこれからもご覧いただければと思います。今日は最後までご覧いただきどうもありがとうございました。